今回は臨海線沿いにある天王洲アイルを久しぶりに訪れ、駅から徒歩数分の場所にある寺田倉庫で3月半ばまで開催中のガウディ没後100年を記念した展覧会を訪れた記録と、周辺の散歩や素敵なお店でのランチの様子をお伝えしたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。天王洲アイル駅を降りて出口 B から地上へ出ます。会場へは左に曲がってまっすぐで、行き方はシンプルです。会場時間より時間に余裕を持って行った方が良いとネットにあったので、30分前には到着しました。ただすでに来ていた方々が清掃スタッフから待つ場所が違うと言われていて、私もその方たちについて行ったのですが、よくわからないまま10分ぐらい結局うろうろしてしまいました。広い区画の中でどこで成立したら良いのか、ちょっとしばらく指示がなくて、毎日こういう状態なのかが正直気になってしまいました。会場へは結局は、小さい入り口の狭い階段を上ってご覧のように入っていく、感じでした。まずここで簡単なガウディのおさらいをしたいと思います。アントニオではなくアントニとなるのはカタルーニャ語での名前だからですね。彼はスペインカタルーニャ出身の建築家で、両親が銅細工職人という家庭に生まれました。1873年にバルセロナで建築を学び始めて、26歳の時に建築士資格を取得します。初期の仕事としてその年にパリの万国博覧会のショーケースのデザインを担当して、それがきっかけとなって会社経営者のエウセビ・グエールの目に留まりました。その後長年にわたりグエールはガウディのパトロンとなるわけです。1883年に前年からサグラダ・ファミリアの建設に携わっていた建築家が、依頼していたカトリック団体とトラブルになって辞任してしまったため、その後釜としてガウディが建設を引き受けることになりました。その際にはサグラダ・ファミリアを設計し直しても良いとガウディは許可を得たそうで、そのおかげで今私たちが見ている壮大な建造物ができているわけですね。そして1914年からはそれまでの全ての仕事を断ってサグラダ・ファミリアの仕事のみに没頭するようになりました。仕事に没頭するあまり身なりにも構わなかったそうで、1926年6月ミサへ向かう途中で路面電車にひかれて亡くなってしまった際にも、すぐにガウディ本人と気づかれないまましばらく放置されてしまったというエピソードも残っています。ガウディは19世紀から20世紀にかけて、特にカタルーニャで開花した独自の芸術運動であるモデルニスモの時代の建築家です。彼の作品は1984年ユネスコの世界遺産に3作品、そして2005年に追って4作品が登録されています。ちなみにサグラダ・ファミリアも2005年に登録された教会です。このガウディ展はガウディの没後100年、そしてサグラダ・ファミリアのメインタワーイエスの塔完成を記念した展覧会です。オリジナル図面やガウディの手記などとともにプロジェクションマッピングで空間を演出していて、ガウディを丸ごと体感できる展覧会になっています。では実際に会場を見てみたいと思います。ガウディがどのように建物のデザインを生み出していったのかがパネルの説明とともによく理解できます。自然の植物が最も理想的な創造物であるというような考えから発想を得て設計に落とし込んでいるのかがわかります。そしてガウディの突き抜けた独創性に才能を見出してパトロンとなったグエルとの出会いも運命的ですよね。そしてこんな感じでガウディの建設技法を
実際に実験器具を使って試して実感することもできるようになっています。こちらのお部屋では彼の代表的な建物を手元のパネルを操作することで形を変えたり向きを変えたりして楽しむことができます。ガウディは紐や重りを垂らして自然の力学の様子を写真に撮ってから180度逆さまにして構造物にしていこうとする独自の発想をしていますが、それを自分たちもパネルを通じて少しだけ実感できるようになっていて、出来上がった建物は QR コードで自分オリジナルの建物として記念に記録することもできます。こんな感じで自分たちもよくわからないまま点と点をつないで、またそこに紐を作るということでどんどん足していくんですね。そしてパネルで作った形を逆さまにしたのがこの状態になったということです。カサミラやカサバトーリョの模型も展示されたりしています。個人的には実際の建物の隣の隙間は見れないので、それがちょっと面白く感じました。リプリカですが、実際にこうやって椅子が置かれていて座れることができるようになっていたり、本人の手記なんかも展示されています。サグラダ・ファミリアに埋め込まれているステンドグラスの一部をこうやって実際に目の当たりにできるのもいいですね。グエル公園の有名なオブジェも手元のパネルで色を調整することができるようになっています。このように一通りガウディにまつわる展示物を見たり体感したりして、改めてサグラダ・ファミリアの模型を眺めてみると、気の遠くなるような壮大な世界を一人の建築家が後世の人々も巻き込んで作り上げていく歴史的な物語というふうに感じることができました。展覧会とコラボしているカフェもありましたが、別のお店に私たちは向かいました。会場から歩いてやはり数分のところにある運河沿いのこちらの素敵な佇まいのカフェ、ブレッドウォークスさんです。ここは店内で美味しそうなスイーツを扱っている別のお店と隣接していて、おやつを食べるのはそちらも魅力的です。目移りしてしまいそうなほどとっても美味しそうなパンもありましたが、私は3種類か4種類のデリから選べるワンプレートランチを食べることにしました。それから別売りでこのスープもとっても濃厚なトマトベースのクリームスープでした。とっても美味しかったです。これはちょっとおまけなんですけれど、
全体のインテリアがすごく統一されていて、このお手洗いの表示もすごく素敵なんですね。ランチをいただいた後は少し下に下がっていくスロープがあって、そうすると運河沿いを眺めることができます。この時は少し薄日が差していて、とっても気持ちが良かったです。すぐ近くに橋もあって、そこを通って逆の方向の景色を眺めることもできます。少し周りをお散歩してから、夕方からお仕事があったので駅に向かって歩いていたのですが、途中で天王洲パークサイドという建物の中にあるエスプレッソアメリカーノという穴場的なカフェで一休みしました。ここは簡単にお茶明けしたい場合には広い空間の中でゆったりできて良さそうです。今回はガウディのおさらいをしながら五感で作品の世界観を体験できて、また久しぶりの天王洲アイルのひとときを楽しめました。皆さんも開催中に展覧会へ行ってみてください。今回もご覧いただきありがとうございました。